MBTI によって好みのタイプは全然違うらしい。というわけで今回はインスタのストーリーで皆さんの MBTI と好きなタイプを募集させていただきました。この動画を見れば各 MBTI がどんな人に惹かれやすいかわかるかも。それでは行ってみましょう。INTP 論理学者の好きなタイプ。INTP 話してて疲れない人。人と話すとき明るくしないとって思っちゃうから素で話せる人が好き。これ私の動画のコメント欄でもよく見かけるんだけど、INTP って外では E 型の明るいタイプに擬態している方も多いらしいんだよね。社会に馴染むために無理にテンションを上げたり愛想よく振る舞ったりする。今の私みたいにいわゆるペルソナを被っている状態。皆さんもよかったら一度ペルソナ診断っていうのをネットで受けてみてほしいんですけど、ちなみに私は外でのペルソナは INFJ でした。無理ある。こんな風に外で本当の自分と違うタイプを演じている人は人と関わる時にものすごくエネルギーを消費してるんだよね。本当に家に帰ったら一歩も動けなくなるくらいどっと疲れてしまう。だからこそこの回答者さんのようにちょっと明るめを演じている INTP の方は恋愛相手や身近な相手には自分が頑張って無理をしなくても自然に話が合うような人を求めがちになるんだと思います。いつも外で頑張っている分自分の素を出しても大丈夫そうな喋ってて疲れない相手に出会うとそれだけで一気に惹かれちゃうんじゃないかな。INTP 指示命令してくれる人、もちろん知的で信頼できる人が大前提ですが、これめちゃくちゃ大事なのが知的で信頼できる人が大前提という部分。知的で信頼できる人じゃないと指示出しされた時にうっすら誰に言ってんのっていう気持ちが芽生えちゃうんだよな。基本的に INTP の方は上下関係をあまり気にしない人が多いはずなので、年齢が上だからとか立場が上だからとかそれだけで偉そうにしてくる人はかなり苦手だと思います。で、私はこの回答を読んだ時、指示出しとか命令されるの私だったら嫌だけどなって最初思ったのよ。でも、いや、待てよと。命令されるのは嫌だけど、かといって自分が先頭に立っていろいろ決めたいかというと、それも別に嫌なんだよね。だから多分この回答で出てくる指示や命令っていうのは、道筋をちゃんと示して、いい感じにリードしてほしいって意味なんだろうなと思いました。自分がリスペクトできる知的な相手にそうやってリードしてもらうのって INTP からするとめちゃくちゃ居心地がいいからね。自分の代わりにいい感じに決断してくれる人、しかもその判断にちゃんと納得できるだけの知性や信頼感がある人を求めているんだと思います。 INTP 甘えさせてくれる人に弱い。わかるでもね、ここで問題なのが甘えたいと甘えられるは別の話ということ。よくコメントでもINTP に甘えてほしい、甘えさせてあげたいみたいなのを書いてる人を見かけるんだけど、そもそも INTP って誰にも甘えられるタイプではないと思うんだよね。自分よりも器が大きくて精神的に自立していて、この人なら自分の全てをさらけ出しても絶対に裏切らないって確信できる、本当に信頼できる相手じゃないと甘えることができないと思う。多分甘えたいタイプの INTP さんでも付き合ってすぐは甘えない人も意外と多いんじゃないかな。むしろ最初普通に距離感があるというか、信頼して大丈夫かな、素を出して平気かなというのを様子見しているイメージ。だからもし INTP の恋人が急にあなたに甘えてきたら、それはかなり心を許している証拠かもしれない。というかもう逃げられないと思った方がいい。自分のそんな姿を知っている人を野に放つのは危険なのでね。おめでとうございます。ありがとうございます。INTP たまに口が悪くなる人大好き。わかるー。ポイントはたまにという部分。出会った頃から口が悪い人とか常に口が悪い人は違うんだよね。 INTP って建前とか社交辞令を見抜こうとする人が多いから、自分の前でだけ口が悪い人には本音を見せてくれるんだって感じるのかもしれない。実際この前も INTP は嘘をつかないところが魅力なのに、この琴の音の貼り付けたような笑顔が面白くないとコメントをいただいたことがあって、多分 INTP の人って表面的に取り繕った部分とか綺麗な言葉とかそういうのに違和感を覚えやすいんだと思う。だからたまに口が悪くなる本音や素を見せてくれる人に惹かれるのかもしれない。好きな INTP がいる方は多少言い方はあれでも思ったことは素直に伝えた方が好かれること間違いなし。 INTP 顔がいい人、顔よし声よしスタイルよし、あんま人気ない物件が大好物 INTP より。これはみんなが言いづらいことを言ってくれてありがとう。あと顔が良くて人気ない物件は探すの難しいぞ。私以前動画で INTP は面食いというより足切りするラインが人より高いだけみたいな話をしたことがあると思うんだけど、最近その考えにちょっと不安になってきている自分がいます。というのも私の動画のコメント欄で INTP の皆さんから、いや顔重視です、顔は大事です、良ければ良いほどいいです
みたいな内容結構見かけるから、もしかしたら私が思っている以上に皆さん面食いなのかもしれない。ただ、私もそうなんですけど、INTP って好みの範疇がめちゃくちゃ狭い気がするんですよ。だから顔が良ければ誰でもいいというわけではなく、みんなからチヤホヤされている人が刺さるかどうかというと、全然そうじゃなかったりする。本当に各々謎の好みがあると思うんだよね。ちなみに私は過去可愛い顔が好きでした。あと末っ子だとなおよしと言いますか。いや、誰も興味ないと思うんですけど。そして INTP の方は顔で入って中身でがっかりし、結局付き合うところまではいかない。ここまでがセットな気がしている。顔重視のくせに意外と顔だけでは付き合えない渋いタイプという印象です。はい。じゃあ皆さんコメントに好みのタイプお願いしますね。ISFP 冒険家の好きなタイプ。ISFP 優しい人&尊敬できる人。優しくしてくれる人に弱いです。ISFP って本当に優しい人が好きなのよ。だからちょっと言葉にきつさがあったり、面白半分でいじってくるようなタイプは絶対に好きにならないと思う。ほいで、私が知っている ISFP も前に自分にだけ優しい、自分とだけ仲良さそうに話してくれる人が好きって言ってたんだよね。だから優しいって言っても誰にも優しい人ではなく、自分を分かりやすく特別扱いしてくれる人に好感を持つ気がする。で、ここからが大事なんだけど、ISFP って優しいし可愛いからついついいじりたくなるじゃない。それで失敗してる人よく見るけど。でも私は ISFP を優しい天然いじられキャラだと思っているうちは、まだまだだと思っていて、こんなこと言っていいのかわかんないんだけど、ISFP って根は隠れ女王様、王様というか、いや、わがままプリンスだと思ってるんだよね。正直私はいつもそう思って接しています。で、私の知っている ISFP は、距離感がおかしい人が嫌いって言ってて、ISFP って誰とでもうまくやっているように見せかけて、意外と人の好き嫌いがはっきりしている印象なんだよ。しかも一度無理だなと思われると、そこから挽回するのがかなり難しい。即ゲームオーバーの恐ろしいタイプ。だから ISFP が好きな方は、急に距離を詰めようとしたり、いじって変な感じで仲良くなろうとしたりせず、まずは優しく特別扱い。で、ゆっくり時間をかけて距離を詰めていくのがいいんじゃないかなと思います。いい匂いな人大好きです。by ISFP。あとイケメンとか完璧な人よりは甘えてくれる可愛い人が好きかも。by ISFP。確かにいい匂いな人は、それだけで魅力が3割増しになるというか、なんかオーラを感じるよな。イケメンや完璧な人より甘えてくれる可愛い人が好きっていうのもなんかわかるかも。ISFP は自分から追いかけるより、犬みたいに懐いてくれる可愛い人から追われる方が、正確には合っていると思います。ISFP を甘えてくれたり、あとは自分に分かりやすく好意を示してくれる人が好きなんじゃないかなと思っている。逆に好きにならないタイプとしては、冷たい人、面白くない人、正論ぶつけてくる人、慣れ慣れしい、自信過剰、デリカシーない、ISFP がいないところで ISFP の話する。ダメだ、どんどん出てくる。まあね、この辺は苦手だと思います。あと、前 ISFP と通話してる時に、片手間でゲームしてたら怒られたことがあったんで、多分自分にちゃんと向き合ってくれない人も嫌いなはず。ISFP と仲良くなりたいなら、私が言うのもなんだけど、ある程度思いやりの部分は気をつけた方がいいかもしれない。INFJ 提唱者の好きなタイプ。話しかけに行ったら嬉しそうにする人たち。それだけですごくホッとします。by INFJ。これはみんな一見、それだけでいいの？人から話しかけられたら基本嬉しくない？って思うかもしれないんだけど、私はこのホッとしますっていう部分にすごく INFJ らしさを感じました。INFJ の方って基本周りにいつも気を使っているし、相手の機嫌や感情の変化もすぐ察知するタイプじゃない。だからそんな INFJ が自分から話しかけに行くって、きっと他のタイプが思うよりずーっと勇気を振り絞っている気がするんだよね。頭の中で今話しかけて迷惑じゃないかなみたいなことをいろいろ考えた上で話しかけているはずだから、相手が嬉しそうにしてくれると、それだけで、話しかけてよかったんだって安心するのかもしれないね。自分を受け入れてくれる感じに弱いのかな。あと、個人的に INFJ の方は自分ばかりが好きになっているような状態は苦手なんじゃないかなと思っていて、だからこういう話しかけたら嬉しそうにするっていう分かりやすい行為は INFJ の方にめちゃくちゃ刺さるのかもしれない。INFJ です。表面上はしっかりしているのに、実はどこか抜けている人に落ちます。これを見て思ったのが、INFJ ってやっぱりどこか心の奥底に相手を支えたい欲みたいなのがあるのかなって。実際ね、私の周りを見ていても INFJ の方ってどこか抜けていたり、若干隙のあるタイプを好きになる人が多い印象なんだよね。これなんでかっていうと、 INFJ って世話焼きで面倒見がいいタイプだからじゃないかなって思っていて、 INFJ 自身が人のために色々してあげたいっていう気持ちを持っている人たちだからこそ、
相手が完璧な人だと自分が入り込む隙がないっていうか、支えてあげる必要性がなくなっちゃう。だから普段しっかりしているけど、自分の前では完璧じゃない姿を見せてくれるような人の方が、この人にもこういう部分あるんだって親近感が湧いて落ちちゃうのかなと思いました。それに INFJ は自分に対して完璧主義なところがあるから、意外と若干抜けている人と相性が良さそうな感じはする。この人の前では私も素を出せるなって思えて安心できるのかもしれない。日常から楽しみを見つけるし、ドキドキ渦中でも落ち着きを出せる静かな感情の波乗りが上手い人、INFJ。確かにいいよね。個人的に INFJ の方は F 型の中でも割と T 型っぽい人が多いなと思っていて、 F とも T とも話を合わせられる素晴らしくバランスのいいタイプだと感じています。 INFJ は自分がいつも感情を溜め込んでいるタイプだからこそ、恋愛渦中にいても落ち着きを持って自分の感情をちゃんとコントロールできる人に惹かれやすいのかもしれないね。でも正直これ、私も MBTI 違うのにめちゃくちゃ共感できて、私も穏やかな人が好きだから INFJ の方とは恋愛の好みが合いそうだなと思いました。言いたいことを言い合うとか、感情をぶつけ合うとか、そういうのすっごく嫌じゃない？ INFJ、NT 型、率先して引っ張ったり自分の意見を持っている人に弱い、年齢問わず素を出せる人が多い。うわ、嬉しい。まあね、今まで INFJ の方はどの MBTI からも好かれているから、私があえて言う必要はないかなって思ってたんだけど、いい機会だから言わせてもらいます。多分 NT 型も INFJ に弱い人が多いと思う。NT 型って基本的に感情より論理を大事にするタイプが多いと思うんだけど、その分周りからは冷たい人とか理屈っぽくて扱いづらい人っていう風に見られがちなんだよね。でも INFJ の方はそんな NT 型の尖った意見や不器用な部分を、それってこういうこととか、そういう考え方いいと思うみたいな感じで理解しようとしてくれる。 NT 型からすると自分の内面をそういう風に深く理解してくれる INFJ の存在って本当にありがたいんだよね。だからこの回答をくださった INFJ の方は NT 型に弱いって言ってくれてるけど、多分これはね、お互いに弱いと思います私の好きなもの話したことを覚えててお土産をくれた INTP、 人間味あって飛ぶほど嬉しかった by INFJ。 これはね、みんなわかってると思うけど、 INFJ の方、お土産そのものが嬉しかったというより、私が好きだと言ったことを覚えていてくれたというこの部分に刺さったんだろうね。 INFJ はいつも人のことをよく見ているタイプだから、同じように自分のことをちゃんと見てくれる人に惹かれるんじゃないかな。あと私が気になったのは、人間味あって飛ぶほど嬉しかったという部分。普通お土産をもらったら嬉しいとか気が利くっていう風になりそうなのに、この方は人間味あってなんだよ。斬新な感想でいいよね。だから INFJ ってその人の表面的な部分よりも内側にある温度とか感情とか、そういう本質的な部分を見ようとするところがあるのかもしれないね。もし好きな人が INFJ という方は、恋愛のテクニック、小手先のテクニックを覚えるよりも、私が言うのもなんだけど、とにかく自分の内面を磨くのが一番の近道だと思います。多分知的で固定観念にとらわれず視野が広い人が好きだと思う。 ENFP、 広報運動家の好きなタイプ。 ENFP です。ミステリアスだけど話してみたらよく笑ってくれたり、例え話が上手な人に弱いです。個人的に ENFP ってENTP とか ESFP とか明るいタイプと相性がいいのかなって思ってたんだけど、意外と自分とは反対のタイプに惹かれる方が多くない？しかもね、これ風の噂で聞いたんだけど、 ENFP って自分より明るい人はあんまり好きじゃない説がありまして、あれは本当なのでしょうか？この回答を見て思ったのは、 ENFP ってミステリアスな人そのものが好きというより、その人の心を開いていく過程が好きなのかもしれないということ。やっぱり最初は感情を表に出さなかった人が自分と話してる時だけ笑ってくれたり楽しそうにしてくれたら特別感を感じるもんね。あと後半の例え話が上手な人っていうのも ENFP らしくてすっごくリアル。 ENFP ってもともと頭の回転が速くておしゃべりも上手なタイプだから、やっぱり刺激をくれる面白い人に惹かれるのだろう。でも正直こういうミステリアスなタイプって基本的に ENFP と話すときは聞き手になりがちだと勝手に思ってたんだけど、ただ聞くだけじゃなくて、いざ喋った時にどれだけ話が上手いか、話の引き出しの多さがあるかが ENFP に好きになってもらえるかどうかの重要な鍵なのかもと思いました。 INTJ 建築家の好きなタイプ。 INTJ です。考えを先回りして理解してくれると特別フォルダ行きです。これはもう INTJ の方はわかるっていう感じなんだろうけど、正直その他大勢の私たち凡人からしたら、いや INTJ の考えを先回りできる人なんてそうそういないよって思っちゃうよね。そもそも INTJ 自体すでに数手先を読んで動いているようなタイプじゃないですか。だから普通の人からしたら、
もはや今何を考えているか追いつくことすら難しいレベルなんだよ。で、間違ってたら申し訳ないんだけど、INTJ の方って生きていく上でうっすら孤独感を抱えている方も多いんじゃないかなと思っていて、 INTJ って頭がいい方が多いから人と話してもなんか伝わってないなってなりがちだし、会話の先回りどころかそもそも INTJ の話についてこれる人自体少ないでしょ。で、そういう経験が続くとだんだん説明すること自体を諦め始めるんだよね。どうせ言っても伝わらないしなみたいな。必要以上に喋れなくなったり結論だけ伝えるようになったりする。その結果周りからあの人は冷たい人だと誤解されることが多いと思ってるんだよね。だからこそそんな INTJ が1話しただけで10とはいかなくても3か4くらい少しでも意図を察してくれる人が現れるとその人に興味を持つのかなと思います。INTJ を完璧に理解するのは難しいから、 INTJ を好きな方はあなたのことをもっと知りたいと興味を持って行動を起こすだけでも関係性はかなり変わってくるような気がする。 INTJ は優しいからね。誠実なその思いをきっと無限にはしないと思います。INFP 仲介者の好きなタイプ。優しい人大前提ですが、ツンケンしている人のたまに見せる無邪気さに弱いです。INFP 優しい人が好みだと言われがちですが、一匹狼みたいな人も好きです。これめちゃくちゃわかる。というのも、私今までの人生を振り返っても、ニコイチレベルで仲良くなる人って INFP が本当に多かったんだよね。だからこの回答を見た瞬間、あんな感じかなっていう顔が何か浮かびました。INFP の方ってちょっと他の人とは違う変わった人が好きじゃない。一見近寄りがたいんだけど根は優しそうみたいな人を好きになっているイメージがあるのよ。ちなみに私が関わってきた INFP は猫に餌あげてるツンケンヤンキーのヤンキー抜きみたいな人を好きになっていることが多かった。多分自分だけが知っている魅力みたいなものに弱いんだろうから、相方っぽい人に惹かれること多いんじゃないかなと勝手に思ってる。E だったら ENTP や ENFP みたいな人を好んでいるイメージはあるかも。INFP みんなと仲良くできるおおらかな人間が基本好きで、自分にさらに優しくしてくれるとキュン。すごい INFP の方からの回答は一貫して優しさを求めているんだよね。INFP 自体がかなり優しいタイプだから相手も優しくないと割に合わないよな。じゃあこの INFP が求めている優しさっていうのは具体的に何なのかというと、例えばその1、自分の気持ちや価値観を否定してこない。その2、この回答にもあった通りおおらか、怒らない。その3、倫理観があって人としてある程度親切。このあたりなんじゃないかなと思います。特に倫理観については割と厳しめな印象があって、 INFP 自身が人に迷惑をかけたくないと考える人が多いから、モラルがない行動や人を傷つけることを面白がるような態度には結構敏感な気がするんだよね。ここはね、INFP を好きな方は本当に気をつけておいた方がいいポイントだと思います。あと、身の回りで起きた面白話とかを INFP にすると、うっかり気分を害することもあると思うので、INFP を好きな方は話題選びは慎重にするようにしてください。ENFJ 主人公の好きなタイプ。ENFJ みんなのまとめ役になりがちだから甘えさせてくれる包容力ある人が好き。これはね、私が知ってる ENFJ も言ってました。頼りたいのに頼れる人がいないらしい。なんかわかるんだよね。ENFJ って周りから見るとしっかりしてるし、人の面倒を見るのも上手だし、自然とまとめ役になることも多いじゃない。でも ENFJ の行動を褒めると、いや、自分がやらなきゃ誰もやらないから、みたいなことを言う時があって、多分本人としてやりたくてやっているというより、私がやらなきゃという責任感や義務感だけで動いていることも割と多そうな気はしているんだよね。だから今回の回答を見て思ったのは、 ENFJ って甘えたいというより、そもそも安心して肩の力を抜ける相手が欲しいのかもしれない。いつも外で周りの空気を読んで気を張ってみんなのケアをしている ENFJ だからこそ、私のケアは一体誰がしてくれるのって心の中でうっすら思っているんじゃないかな。だからせめて異性の前でくらいは気を抜きたい、甘えたいんだと思います。で、ここでまた厄介なのが ENFJ ってちょっと強そうに見えるところなんだよね。しっかり者に見えるから周りから、この人は大丈夫でしょって思われがちだし、なぜか自分を頼ってくるような子供っぽい人ばっかりが寄ってきちゃったりする。だから好きな人が ENFJ という方はもう圧倒的な包容力を見せて、自分の前でだけは何も気にせず甘えていいんだよっていう姿勢を取るとめちゃくちゃ刺さると思います。ただそういう姿勢を取るからには ENFJ が甘えられるほどの器を持っておかないといけない気はするが、 ISFJ 擁護者の好きなタイプ。 ISFJ 一途で安心できる人です。異性絡みがあると心配になります。これは
過去に嫌なことでもあったか？一部で安心できることって付き合う上であって当たり前の前提条件みたいな感覚じゃない。それをわざわざ好きなタイプとして一番に挙げてくるってことは、それだけ裏切られたくないっていう強い思いがあるのかなって感じた。実際 ISFJ の方って相手にめちゃくちゃ尽くす方が多いのよ。相手の好みに合わせたりして本当にけなげに尽くす。だからもし他の異性に目移りでもされて裏切られた日には絶望ってわけ。で、さらに言うと ISFJ ってストレスがかかると脳内でろくでもない思考を巡らせるタイプだと個人的に思っているのよ。だから例えば相手のちょっとした異性とのやりとりとか SNS のいいねを見ただけでもう浮気されたみたいな感じで打ちひしがれている時もあるわけ。だから ISFJ を好きな人は ISFJ に絶対に心配の種を与えてはいけない。異性絡みは1ミリもありませんよっていうクリーンな状態を最初からはっきり見せてあげること。これが ISFJ を落とすための最低条件、絶対条件だと思います。ESFP エンターテイナーの好きなタイプ。ESFP 話すの好きだからそうだねってニコニコしながら余裕感満載で聞いてくれる年上大好き。ESFP の方って追われるより追う恋の方が好きなイメージがあるから、やっぱりこういう自分の予想通りにならない一枚上手の余裕感あるタイプにめちゃくちゃ弱いんじゃないかな。で、多分 ESFP の方は優しい人には割とちょろめなんじゃないかなと思ってる。優しくてノリが良くて一緒にいて楽しいのになぜか自分の思い通りにはならない、そういうつかみどころがない人が好きだと思う。だから好きな人が ESFP という方は彼らの楽しいノリには全力で乗っかって優しくしつつも自分の軸をブレずに持ってある程度ミステリアスな部分も残しておく。手の内を完全に相手に見せないことが大事かなと思います。 ESFP の方はなんだかんだ素直なところがあるから駆け引きとかも効きそうなタイプだと思ってるんですけど、 ESFP の皆さんどうでしょうか。 ENTP 討論者の好きなタイプ。 ENTP 常識を押し付けてこない&一緒にいて飽きない人。わかるなもはや常識人になってしまったらそれ ENTP じゃないんだよ。自由なアイデアを奪って縛り付けてしまったら最大の長所でもある面白さがなくなってしまうんだから。だからきっと ENTP が好きになる人は普通はこうだよっていう禁止ワードを使ってこない人だと思っています。一緒になって面白がってくれるっていうのはマストだね。で、後半の一緒にいて飽きない人、これも本当に大事。ENTP の方は基本的に好奇心旺盛で常に新しい刺激を求めるところがあるから、ただ優しいだけとかただ話を聞いてくれるだけの人だと最初は良くてもそのうちだんだん物足りなくなっちゃうと思うんだよね。まあ優しい言葉をかけるだけなら誰にもできますから。 ENTP は常に頭の中でいろいろなことを考えている人たちだからこそ常識にとらわれず乗ってくれる人がタイプなはず。以上、各 MBTI の好きなタイプについてでした。今後もインスタの方で皆さんに質問を募集していきますので、よかったらご協力いただけると嬉しいです。フォローしてくれたらフォロー返します。みんなの好きなタイプは何？よかったら自分の MBTI と一緒にコメントで教えてほしい。